にちは、池田真子です。今回は久しぶりに皆さんから事前にいただいたお悩みに答えさせていただきたいと思います。で、今回はお仕事や人間関係、日常でのお悩みについていただいたので、私のお話が一つの考えとして皆さんの気づきやヒントにつながれば嬉しいです。では順番に読んでいきます。まこちゃん、こんにちは。いつも楽しく動画拝見しています。私はこれから起業しようと思っています。前に進むしかないって思うのですが、これから案件獲得するとき、私の人見知りが出ないかが悩みです。自分から話すことが苦手です。まこちゃんは初めて会う人や初めての現場へ行くときに心がけていることはありますか？ありがとうございます。で、もう一つが、まこさんはいつも口角が上がって笑顔なのがすごく素敵だなといつも思っています。ありがとうございます。私は会話の中ではよく笑う方なのですが、挨拶の時などのニコッと笑顔を作るのが苦手です。何か意識していることがあれば教えてほしいです。ということで、誰かに会う時のことについての質問をいただいたので、ちょっとこれはまとめて答えさせていただきます。まず私の場合は単純に初めての現場とか新しい出会いってワクワクするなっていう風に感じるので、自然と笑ってるかもしれないですね。なので楽しいことを想像するのがいいと思います。もちろんお仕事によっては緊張したりとかプレッシャーもあったりして周りが見えなくなってしまう瞬間っていうのもあるかもしれないんですけど、その中でも楽しむことっていうのは意識しています。その方が企業同士とか営業するにしてもお互い楽しめる気がします。あとは営業をするときは自分が思っているよりも少し大きいぐらいの声で挨拶をすると印象に残りやすかったり、自分の空気感を作りやすいよっていうのを私も教えてもらったことがあるので、挨拶を意識するっていうのもいいと思います。会話中で自然と笑えているのであれば挨拶の時も自然とできている気がするので、同じような感覚でいればいい気がします。企業も応援しています。続いてが、リンクスとして毎日を過ごしているけど子育てしている周りの友達と比べて時々へこんでしまいますというお悩みです。で、リンクスっていうのは意識的に子供を持たないという生活を選択した世帯のことを言うみたいです。これは子育てに限らず周りと比べてしまうことで悩んでいるという方は意外と多いんじゃないかなと思います。特にSNS とかを開いていると自然と目に入ってきますよね。で、どうしても周りを見ると自分の持っているものとそうでないものっていうのに気づくので、周りを見ていいなって思う瞬間ってあったりしますよね。でもきっと同じように自分たちも人から見た時にいいなと思われていることもあると思いませんか？もう人間の本能なのか、もう本当にたくさんのものを見れば見るほど貪欲になってないものねだりになってしまう瞬間がある気がしますよね。でも実際は表面的なところしか見えてなくって、その背景を知らないからこそいいなって思えていることもある気がするんですよね。なのでそういう時こそ改めて自分たちの暮らしに集中するのがいいと思います。そうすると今目の前にあるたくさんのものに気づけるはずです。リンクスとして生きる選択をした時はどんな思いで選択しましたか？今すでに持っているものを見て改めて自分の選択にもう少し自信を持つことができれば、子育てって幸せそうだなっていう一時的な感情と自分たちにとっての幸せっていうのは分けて感じられるようになると思います。周りを見てブレそうだなって感じた時こそ今ある目の前のものに目を向けてみてください。続いてが、今の仕事を続けるか悩んでいます。在宅ワークが気になっているのですが特別なスキルもなくて新しいことを始める勇気がなかなか出ませんというお悩みです。このお悩みはね、すごく多いと思います。お仕事をしていると、このままでいいのかなとか、この先どうしようって考えるタイミングがきっとあると思うんですよね。でも新しいことを始めるにはやっぱり勇気がいるし、現実的にいきなり生活を変えるっていうのは簡単じゃなかったりもするので、この方と同じように悩んでいる方っていうのは多いんじゃないかなと感じます。で、この方は在宅ワークに興味があるっていうことにまず気づけているっていうことが素敵だと思います。なのでまずはその気持ちを大切にしてあげてほしいです。で、そういう時こそ私の場合は少しでもいいから何か動くことっていうのを意識しています。で、例えば私の YouTube のお話をすると、最初から今みたいな発信をしていたわけじゃなくって、メイクや DIY と収納から始めて、簡単レシピ、ダイエット、ASMR とか、いろんなことを試してきたんですね。その中で収納をもっとしっかり学んで伝えたいって思って資格を取ったのが今につながっています。なので私自身も変化しながらお仕事をしているし、最初からスキルがあったわけじゃなくって後からつけていった感じなんですね。
最初から完璧にやろうとすると自分でハードルを上げてしまうので、まずは興味があるからやってみるぐらいの気持ちで動いてみると、今よりも可能性が広がると思います。何より私自身がこれまで勇気を持って行動したことで後悔したことっていうのがなくって、やってみたからこそ気づけたことばっかりなんですよね。興味を持ったまま何もしないと、どうしても同じことで悩む時間が長くなってしまうと思うんですけど、でも少しでも動いてみると、これ楽しいとか、これ自分にできそうとか、何か気づきが生まれるので、悩む時間っていうのを減らせると思います。で、在宅ワークが気になってるっていうことで、私も YouTube を中心にお仕事をしているので少し近いかなと思うんですけど、在宅ワークのいいところを言うと、まず通勤をする必要がないです。例えば通勤に1時間かかるとしたら、5日で5時間だし10日で10時間になりますよね。その時間を学びや趣味の時間に使うことができます。私も満員電車で人混みに寄ってちょっと気持ち悪くなったことがあったので、これは結構助かっています。でもう一ついいなと思うところが、自分のペースで働きやすいところです。時間や場所に縛られないので、例えばお子さんや家族の急な対応もしやすいと思うし、あとカフェや食べ先で作業をすることもできます。最近在宅ワークに興味を持たれている方多いと思うんですけど、でもまず何から始めていいかわからなかったり、未経験でいきなり新しいことを始めるっていうのは不安もあったりしますよね。で、そんな方に最近これいいなって思ったものがあって、ハーティック主催の女性向けの無料オンラインイベントです。未経験な方向けにウェブデザインと動画編集の2種類から気になる方を選んで視聴できます。で、このイベントはどうして未経験からでもできるのとか、少し気にはなるけど実際何から始めればいいのとか、そういう聞きたくてもなかなか聞けないリアルな内容を教えてくれます。で、完全に未経験者向けなので難しい専門用語とかもなくって分かりやすかったし、あと在宅ワークの働き方のイメージもしやすかったです。で、私はストレッチをしながら聞いていたんですけど、もうすっぴんとか部屋着でも大丈夫だし、移動中とかでも聞けるので忙しい方も参加しやすいと思います。副業につなげたい方や新しいスキルを身につけたいっていう方はもちろん、パソコンが苦手で不安だけどまずは話だけ聞いてみたいという方にも合っている内容だと思います。私も YouTube を始めた頃はもう本当に何もかもが手探りだったし、悩んだ時に解決するまでに時間がかかるっていうのが大変でした。なのでこうやって初心者向けに学べる環境があると、独学よりもスムーズに進めると思うし、その分お仕事にもつなげやすいと思います。オフラインのイベントだとちょっとハードルが高いと思うんですけど、これはもうお家で気軽に参加できて、しかも無料なので一歩踏み出しやすいと思います。在宅ワークのイメージを膨らませたり、自分に合いそうなお仕事とかを知るきっかけにもなると思うし、新しいスキルが身につくとそれが自信になったり、今後の選択肢にもつながりますよね。少しでも気になった方は概要欄からチェックしてみてください。はい、続いてのお悩みです。職場の上司の貧乏ゆすり、音ハラにストレスを感じています。隣の席なのですが、毎日かなり頻繁に足を揺らしたり、パソコンのキーボードを指先で叩いてリズムを取ったりと、本当に落ち着きがありません。キーボードを叩く音もそれなりに大きくて、一度気になると退勤までずっとモヤモヤしてしまいます。でもすごく良くしてくれる上司でもあるため指摘しづらく、やめてほしいとも言えずに過ごしています。まこさんだったらどう対応しますか？ということで、これは難しいですね。しかもすごくよくしてくれる上司ということなので、わざとではなさそうっていうことですよね。でもこういうのってきっと気になりだすと余計にいろいろ気になりますよね。私は職場っていうのを経験したことがないので難しいんですけど、でもきっと他の人に相談したりとか、自然と距離を空けるっていうのが難しいからこそ悩んでいるっていうことですよね。自分にできることとしては、もう極力視界に入らないように何か書類とかを立てて気にならないようにするとかですかね。それに多分上司の方は無意識な可能性もあるし、貧乏ゆすりとか何かリズムを取るのってそれによって落ち着かせていたりする可能性もあるので、もしかしたらその方も何かで悩んでいるかもしれないですよね。なので例えば上司がどうっていうのは言わずに、自分が音に敏感で悩んでいるっていうのを相談してみるのも一つかなと思います。で、よくしてくれる上司っていうことなので、いろいろ気にかけてくれるかもしれないですね。あとはもう難しかったら、もう貧乏ゆすりが始まった時に、今日も貧乏ゆすり始まりましたとか、今日はいいリズム感ですねって言って、もう自分の中で面白がってしまう。そうやってもう自分自身がストレスに感じないようにするとかですかね。多分その人を変えるっていうのは難しいと思うので、自分が変わるしかない現状ですよね。
あとは逆にもうこれをいいきっかけとして、これを機にキャリアアップを目指して転職を考えるのも一つかもしれないですね。今の現状をポジティブにいい機会だと捉えて、自分の成長のきっかけにするのもいいと思います。これはもう実際に職場で同じように悩んでいる方も多そうな気がするので、もし皆さんの中でこれまでの経験とか対策法があれば、ぜひコメントで教えてください。はい、続いてが、持ち帰りが前提の職場でしんどいです。どうやって自宅で仕事モードに切り替えていますかということで、最近はもうそういう会社もあるんですね。で、働き方もいろいろな形があるとは思うんですけど、私はフリーランスのような感じなので、どちらかというと息抜きを作るのが苦手な方だなと感じています。切り替えって難しい時もありますよね。で、私が切り替えようっていう時は結構タイマーを使います。例えば集中力が切れてきた時にそのまま続けてもなかなか進まなかったりするので、もうタイマーで時間を計って、その間にまとめて家事をしながら息抜きをしていたりします。でも持ち帰りが前提ということで決まっているのであれば、例えば帰ってご飯を食べて、その後が自宅での仕事の時間とか決めてしまってルーティン化してしまうっていうのも一つだと思います。はい、続いてが、私生活での失敗で怒鳴られて怒られたことがトラウマになってて、よく思い出して辛くなるのが悩みですということで、トラウマになっていることってもう簡単に解消できるものでもないし、難しいですよね。きっとまた怒鳴られるかもって考えてしまったりとか、反射的に反応してしまうっていうこともあると思うので、きっと大変ですよね。で、まずはあの時は辛かったね、でもよく乗り越えたねって一度立ち止まって過去の自分に寄り添ってあげてください。で、もし今も誰かに怒鳴られたり怒られたりしているわけではないのであれば、過去と今を切り離して考えるのがいいと思います。で、思い出すっていうことは、今は怒鳴るような人と会わなくて済む生活ができているのかもしれないし、もしかしたら私生活での失敗が克服されたのかもしれないと思うと、過去の自分と今の自分は違ってて、何か少しでも変化できた結果でもあると思います。で、怒鳴っても何も解決しないのに怒鳴ることしかできないっていう方は、きっとその人自身にまだ未熟な部分があると思っていて、なのでもしまた今後そのような人と出会うことがあれば、全てを真に受ける必要はないと思います。この人は自分自身にイライラしているのかなとか、何か他でしんどいことがあるのかなとか、一歩引いてみてみると、少し成長した自分に気づけるきっかけになるかもしれないですね。体が反応してしまいそうな時こそ深呼吸をして冷静に周りを見れるようになると、もう少し楽になるんじゃないかなと思います。はい、続いてが ADHD で片付けが苦手です。片付け方法や断捨離方法の動画をもっと上げてほしいです。それで勉強したいです。片付けがほんまにできなくて、去年心療内科を受診するとやはり ADHD が影響していると言われました。片付けをやろうって決めてもなかなかできなくて、行動に移すまでかなり時間がかかります。まこさんの動画はもう10年以上見ていて、もともと断捨離や片付けが苦手とのことを動画でお話ししていましたが、どのようにして克服できましたか？今ではテレビにも出れるレベルのお片付けレベルで、ほんまにすごいとしか言葉にできません。何か助言していただけると幸いです。そしていつも楽しい動画をありがとうございます。これからもお体に気をつけていろんな動画を発信してくださいということで、ありがとうございます。もう10年以上見てくれてるっていうのがすごいですよね。ありがとうございます。最近はこの ADHD について耳にする機会も増えましたよね。でもそれだけ悩んでる方も多いのかなとも思います。同じように ADHD で悩んでいる方とか、単純にお片付けが苦手で悩んでいる方っていうのもいると思います。でも苦手だからもうやらないっていうよりは、もうしっかり向き合おうとしているっていうのが素敵だと思います。で、まずやることとしては、自分は何ができるのかっていうのを把握するのがいいと思います。片付けといっても細かく分けるのか、ざっくり入れるのか、あとは表にきれいに並べるのか、まとめて隠しておくのかとか、いろんな方法があります。なので自分にできることっていうのを考えていくと、自分に合った方法が見つかります。あとは最初から理想や完璧を求めようとすると、自分でハードルを上げてしまってすぐに行動できないっていうこともあると思うので、なのでもう今日は1箇所だけとか、じゃあ今日は15分だけとか、なんならゴミを捨てるだけとかでもいいと思います。そういう風に自分にできることから始めてみるのも一つです。で、私がなぜここまでできるようになったのかのお話をすると、私はもともとお片付けは好きだったものの、物を手放すことに苦手意識がありました。でもそれ以上にお部屋が物で占領される状態の方が嫌だったので、物を減らし始めたっていうのがきっかけです。で、物を減らしていくと、日々の生活の中で自分は何を大切にしているのかっていうのが明確になっていったんです。そうやって私は物と向き合うことで、自分自身をより深く理解することにもつながりました。
ものを通して自分自身と向き合ったからこそ、今の自分に合った収納方法や掃除方法が見つけられるようになったと感じています。このように自分の得意なことと苦手なことっていうのを理解したり、自分は何を優先したいのかっていうのをはっきりさせることで、例えば見せる収納と隠す収納どっちがいいかっていう選択ができるようになったり、あとは自分に合った方法や対策を考えられるようになりました。そうやって少しずつ自分が生活しやすい形を見つけていくことで、自分に合った暮らしっていうのにつながっていくんだと思います。整理収納アドバイザーとしてお伝えするなら、ただお片付けを進めるだけじゃなくって、その人に合った方法を一緒に見つけていくことこそがサポートの中でも特に大切な部分だと私は感じています。なので、どうしても自分で解決するのが難しいっていう場合は、プロに依頼してみるのも一つだと思います。はい、最後のお悩みです。片付け掃除のモチベが上がりませんということで、家事の中でもね、特に手間を感じたりとか気が重くなることもありますよね。そういう時こそモチベーションで動こうとすると、毎回そのモチベーションを上げないと動きにくくなる気がするので、私はもう淡々とやるのがおすすめです。私は家事の中でも特に洗い物が苦手で、昔はもう本当に 2,3 日貯めたりとかもしていました。そこからもう食器を減らして毎回洗わないといけない状況にしたっていうのもあるんですけど、そうすると1回で洗う量っていうのは減るので、洗い物のハードルが下がったんですよね。でこれ汚れも一緒で、めんどくさいっていうのを積み重ねて放置すればするほど、どんどん汚れが落ちにくくなって余計にめんどくさいことになります。なので私はそこからキッチンも掃除のしやすさを重視した収納に変えていきました。そうすると掃除のハードルが下がって、こまめにやる方が楽だなっていう風に感じられるようになったんです。なのでお片付けも掃除もどうやったらハードルを下げれるかっていうのを考えるのも一つだと思います。あとはこれ何事にも言えるんですけど、結局やるんだったらめんどくさいなって思いながらやるよりも、もう淡々とやった方が気持ち的にも楽だなと感じています。モチベに左右されなくてもできるように、片付けや掃除のタイミングを決めて習慣化するっていうのもいいと思います。これも感じ方や何を重視するかっていうのは人それぞれなので、自分に合った方法を見つけてみてください。ということで、今回お悩みをいただいた皆さんありがとうございました。今回はいただいたお悩みに対して私が感じたことをお話しさせていただきました。これはもう一つの意見として皆さんのヒントにつながれば嬉しいです。途中で紹介したハーティック主催の女性向け無料オンラインイベントは、累計視聴者数が10万人以上もいて、さらに満足度も 92.2% だそうです。もちろん無理な勧誘も一切なかったのでご安心ください。開催頻度も多い時で週5、昼と夜に開催されているので、忙しい方でも参加できるタイミングを見つけやすいと思います。これすごい人気のイベントですぐ埋まってしまうこともあるみたいで、今回なんと私のチャンネルの視聴者さん向けに予約枠を100枠増枠していただきました。無料オンラインイベントの参加者から3名様が選ばれるんですけど、選ばれた方は何か購入したものの領収書を提出すると、1人当たり最大10万円まで補助してもらえます。なので在宅ワークを始めるためにパソコンを買う費用に当てたりとか、あとは旅行や体験系でも申請できるみたいなので、例えば旅に行って撮影して、でも贅沢に海の音を聞きながら編集できたら最高ですよね。何かに悩んだ時こそ一歩踏み出すことで学びや気づきを得られたり、前に進むきっかけにつながります。カメラやマイクはオフで無料で気軽に参加できるので、予約が埋まってしまう前に概要欄から予約してみてください。ということで、最後までご視聴ありがとうございました。この動画がいいなと思った方はチャンネル登録とグッドボタンもよろしくお願いします。では、池田真子でした。バイバイ。